こんにちは。今回は、大好評のホンダ WRV についてネット民の声をまとめてみました。それでは行きます。Now loading。こういうのでいいんだよ。お客様第一のホンダらしい車っぽそうで期待大ですね。身の丈に合った現実的な選択肢としてすごく魅力的。ホンダの4発はかつての ZC エンジンのようにシングルカムで、なおかつ、ロングストロークであるという不利な条件にもかかわらず滑らか。吹き上がりとトルク特性が気持ちよかったので、私はとても好きです。N ボックスでも上級グレード軽く200万超えの昨今、車格とか安全性考えたら、実用車としてすごく魅力的な一台ですね。N ボックスの上級グレードはこんなに安っぽくないからね。価格相応、ネットの車好きは車格にこだわるけど、初代 X トレイルに通ずる道具感というか、ちょうど良さみたいな感じがいいね。解説すると、初代 X トレイルはこんな感じの車で、シートやラゲッジ、フロア、天井などに防水仕様が存在していたみたいです。多少手荒く使っても丈夫だから、道具感とおっしゃっているのかもしれませんね。そういった点で言うと、WRV もオプションで防水グッズがあり、防水のシートカバーや、防水用のラゲッジトレイなどですね。これは価格的にも売れるんじゃないか。デザインも悪くないし、さすがホンダ。いい音。見た感じ扱いやすそうですね。ただ、4WD ないのが出してほしい。この 4WD の話ですが、非常に多くのコメントが見つかりました。4WD 関連の他のコメントも取り上げてみます。もう少し価格上がってもいいから 4WD 出してほしい。4WD がないのが北国だと厳しい。乗れなくはないんですけどね。4WD があれば候補に入るんだけどな。4WD がないと積雪地域で売れない。ホンダは 4WD が少なすぎ、あまり売れないのでは？ 4WD がないのは、日本海側の雪国県の需要をまるっきり捨てちゃってるので、非常にもったいないなと感じます。4WD ってワードすごい目にするけど、ホンダの AWD はね。みんな駆動方式理解してる？そして、雪国でホンダの AWD 信用して使えますか？雪降る県の方教えてください。4WD は後から追加しそう。4区ないのがとか言ってる人たちそんな雪が凄まじいとこに住んでんの？シンプルだからこそ実現できた価格。ほんとこういうのでいい。ただ、SUV なら 4WD やっても良いけどな。ベゼルが上級移行してしまったので、その穴埋めにちょうど良い感じですね。余計な装備をごちゃごちゃつけずに、シンプルで低価格も良いです。ベーシックカーはやはりこうじゃないと。4区がないのは残念ですが、地上高さえあれば FF でもなんとかなることも多いですし、ロッキーとライズが自滅してしまったので、ひょっとしたら大当たりするかもですね。欲を言えば4区が欲しいとも感じたが、インドで生産され、現地工場には4区を導入できるシステムがないために、今後もその登場はないだろうと伺った。ホンダが良いものを出すとトヨタが真似をする。コンセプトをパクってお客もごっそり持っていく。そしてホンダが売れなくなってフェードアウトしていく。昔からこの繰り返し。このような 4WD に関するコメントは、私が調べた限りで、1703件中65件の関連コメントがありましたので、全体のおよそ 10% ほど占めていたことになります。4WD に関するいいね件数で整理すると、およそ 14% を占めていました。コメント欄では多く見かけた気がしていたので、数字で表してみると、意外と少なかったです。いずれ 4WD も発売されると嬉しいですが、そもそも車両価格の設定が低いため、安さを求めて 2WD の購入者が圧倒的に多い可能性も考えられますね。そうなると、そもそもダイハツのロッキーやトヨタのライズのような、2区や4区も存在する車両は、どちらが人気なのかが気になりますね。ちなみに、こちらの2車種は、ダイハツの不正問題によって、現在新車として販売停止中のようです。どうしても欲しい人は、認定中古車での購入が必要ですね。続けて、ロッキーやライズとの比較コメントについても、見ていきましょう。見栄みたいなのが適度に払拭されつつ、ロッキーやライズみたいな安っぽさのない SUV で交換できる。ダイハツの自滅が追い風になり、この車が爆売れして、国内生産に切り替えて、H4DA がまた元気になればと思う。ロッキーとライズが実質終了したから、ホンダとしては絶好のタイミングすぎる。ライズやロッキーが出荷停止、ダイハツ不正の対応がますます長引くと、WRV に人が流れてくるかもしれませんね。ライズ、ロッキーの対抗馬じゃないでしょ。サイズはヤリスクロスかカローラクロス。本来の WRV だったら、ライズ、ロッキーの対抗馬になって爆売れしたはず。人の口車に乗せられたらダメだよ。ロッキーライズのクラス出せば勝利確定してるのに、ベゼルと大きさ変わらんの出されてもな。今度はベゼルという車が登場しましたね。この新型ベゼルのことだと思いますが、全長 4330mm、全幅 1790mm、全高 1590mm の車で、3ナンバーサイズの車種ですね。WRV も3ナンバーサイズですが、ライズやロッキーは5ナンバーサイズなので、不満な人もいらっしゃるようです。確かに競合がいない今、3ナンバーサイズで登場していたら、より売れていたかもしれないですね。とは言っても、WRV の広々した室内空間を一度見てしまうと、今のサイズ感も個人的には好きですけどね。
インドのエレベート持ってきたので、4WD は無理。価格戦略。WRV1.5L118 ス、カロクロニエルガソリンで170ス、ほぼ同じ価格でパワー52スの差と先進装備とか比べちゃうと、これじゃない感ですね。ベゼルに1.5ターボ出たら魅力的ですが、WRV はいかにもインド工場産の車を輸出をしたい戦略者が見えなのが、WRV は最初しか売れなそうな気がする。まあ作ったインドでは雪を想定してないようですし。ホンダはこういう車作るの得意だよね。インドからの輸入ということで、納期がもうすでにとんでもないことになってるし、国内生産に切り替えてくれてもいいのよ。そういえば、インド生産だから〇〇だといった意見も散見されました。生産場所についてもう少し深入りすると、インド西部ラジャスタン州の第2工場で生産しているようで、日本国内にインド製 WRV を輸出しているようですね。インドのホンダの公式サイトを見てみると、WRV と同じような車種が存在していて、エレベートと呼ばれる車種として、インドで発売していることが分かりました。雪の降らないインドで生産しているから、雪国向けに 4WD を発売しなかったとおっしゃっている人もいましたが、さすがにそれは、単なる皮肉を言っているだけのはずと思います。インド製と日本製での違いとしては、外製のカーナビ仕様が異なっていました。ワイドな外製ナビで、個人的にはインド製の方がナビ形状は好きかな。生産拠点のランニングチェンジ量産継続しながらの変更は、膨大なコスト立ち上げ品質イベントはほぼ新開発レベルがかかるので、もっと高い車じゃないと量産開始後の拠点の変更はできない。この車はグローバル戦略車で、メインターゲットは東南アジア。膨大な費用をかけて、生産拠点を日本に移管するメリットはない。当初から並行生産が計画されていて、開発時に品質イベントが並行で行われていたのなら別だけど。グローバル戦略車という難しい言葉が出てきましたが、WRV のような車格のグローバル生産を見てみると、インド生産の他に、東南アジア製の WRV が存在するみたいです。フロントフェイスは、インド製の WRV と異なっていますが、皆さんどちらのフェイスがお好きですかね？私はインド製の WRV の方が好きですね。このクラスは3気筒になりつつあるのに4気筒は素晴らしい。1気筒あたり 500cc が燃費効率がいいらしいので、4気筒ならいっそ 2000cc にしてもよかったかも。税金上がるじゃん。ベゼルも 1.5 だから、車格超えてしまう。たかだか5000円さやんそんな理由で車選びしないやろ。エンジンは基本設計が古臭いから、世界戦略車なら新開発にして欲しかった。この大きさで240万円はすごいわ。ファミリーユースのセカンドカーとして良さそう。4駆なし、ハイブリッドクリーンディーゼルなし、電波なし、フル液晶メーターなしで、5ナンバーサイズではない。ベゼルとバッティングするし、売れるかな。そういえば、WRV って3ナンバーなんですよね。車幅が1700ミリを超えているからですね。トヨタのライズは車幅1695ミリにして、5ナンバーサイズにすることで、コンパクトな作りを魅力としていますが、グローバルに売るか国内向けに売るかが鍵かもしれない。この雑に乗っていいっていう感じや黒とかキャンプとかにめちゃくちゃ合ってて欲しい。そりゃ価格相応のエクステリア、インテリアと思われる部分も見受けられるが、こだわりが少なく車を足として使う人や子育てでお金がかかる若い夫婦なんかには最適な車だよね。私も同じようなことを感じてしまいました。言い方悪いですが、乗り潰し甲斐がある車ですよね。ライバルの RIZE が勝手に消えたから勝ち確定だな。フィットにしようか NBOX にしようかと考えてて、これ変えちゃうのになっちゃう。Z だと B ピラーが、ピアノブラックになるとかありだと思うけどな。ライズ 1.2L の FF オーナーです。ダイハツの残念なニュースを受けた今、この車の登場に心が揺らぎますねモノクル。本当にタイミングが良かったな。NBOX の最大のライバルルーミーも消えたので、ホンダは飯馬ですな。こんなに良い車を出せるんだから、ホンダの EV 計画は見直した方がいいと思う。今回は、これにて以上です。いつもと違う感じの動画の作りですが、皆さんのコメントは大変学びが多いので、私の学びも兼ねて今後も継続していきたいですね。こんな情報も知りたいといったご要望がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。